はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月18日の新月から8月2日満月までの2週間をタロットで見てみたいと思います。それと星の補足説明なんですが、この時期重要な星の動きとしては、7月18日が新月で23日から金星という華やかさとか愛情とかお金とか自分の価値を司っている金星が9月4日まで逆行しますので、実際に金星がその期間後ろ向きに動いているかってそういうことではないんですけれども、地球から見た時に後ろに動いているように見えるということで、それらの出来事、それらのお金とか愛情とか自分の価値に対してちょっとね誤解が生まれやすいとか勘違いが起きやすい時ですっていうふうに言われているので、その期間そこだけ気をつけてください。で特に天秤座の皆さんにとっては今その金星とかそのエネルギーがすごく友達関係とか仲間とか未来に対して一緒に頑張っていくチームとかその未来に対しての期待っていうところでエネルギーがすごく高まるので、それに対してもしかしたら少し誤解とか勘違いっていうのも起こりやすいかもしれないので、すごく夢見がちで楽しくていいんだけど、あまり浮かれすぎて早とちりしないようにということだけ気をつけておいてください。はい、ということでそれを踏まえてタロットを見ていきます。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ワンド4、いいですね。ワンド6逆、女帝逆、ソードナイト逆、ソード3、ソード2、ソードキング。気をつけることは対策は死神の逆とカップ9とオラクルはじゃん、ソードエースですね。一つ何かを超えていくって感じがしますね。なるほど。ちょっと7月18日の新月に関しては天秤座の皆さんは何か社会的活動において、もしくは今生きている環境において何か意図するのがとてもふさわしい時なんですね。でちょっとなんていうのかな、全体の運勢として言うと今なんとなく自分が今トンネルの中で掘ってるみたいな感じの方も多いかもしれません。でも自分の奥深い意識の中では絶対に譲れない何か強い思いっていうものがあり、なんかそれをちゃんと成就させるために頑張ってるみたいな感じがあるんですね。でなので何か将来的な目標だったりとか、今この瞬間でもいいんですけど、社会に対して仕事に対して願うことがあれば7月18日ぐらいに意図していただくと、それはいいなんていうかな、家庭を、経験させてもらえそうみたいな感じ。家庭っていうのは信仰ですね。家の中じゃなくて信仰プログレスを経験していけそうな感じがします。そして今のところ人間関係すごく友好的というかいい感じみたいで落ち着いてるのかなって感じがしますね。でただそろそろ動きましょうかみたいな感じもあり、甘い汁を吸い続けたらどこまでもそのままそこでいてしまうみたいなね、ちょっと飲み過ぎたのかなとか、ちょっと贅沢しすぎたのかなとか、なんかそんな感じがあります。なのでそろそろ自分をちょっと戒めて頑張ろうかなみたいな、ちょっと勢いを自分にかけるというかね、自分にプレッシャーをかけて何かやっていこうみたいな感じがあるのかもしれないですね。はい、それはそれでいいんですが、何かねもっと頑張らなくちゃいけないんだみたいに頑張るモチベーション、動機を何にするかっていうのがすごく大事ですよね。自分を責めるっていうのはちょっとやめていただきたいなって感じがあります。例えばもっと頑張れよ私みたいな感じで自分に叱咤激励して自分を責めてこんなんじゃダメだって言ってやるというよりは、もうよく頑張ってるわ、今日も頑張ったわ、もっと頑張れるかもみたいな感じでちょっとプラスに持っていく方が精神的にはいいのかなって感じがします。ものすごくなんか騒動で切り開くよって感じ、結果的には勝利みたいな感じもあるし、結果的にはそれがうまくいくんですけれども、天秤座さんらしくないというか、なんかあんまり本来でしたらすごく柔らかくてなんかちょっと女性的というかフェミニンな感じのエネルギーでいい形で人との付き合いも含め自分のそのいいものを感性として表現しながら仕事に生かしてるんだろうなっていう感じなんですが、なんか
なんとなくいつもの自分じゃない感覚でちょっと厳しくしようとか、もうこの期間だけはもう絶対にこれをやらなきゃいけないから、もう余計なことはもう耳にしないとか、すごく制限をして頑張ってるのかなって感じがします。まあこう厳しく、例えば2週間期間限定のダイエットしますみたいなね感じで、ものすごく余計なもの、甘いもの一切食べないし頑張って運動するしみたいな、もう2週間限定で何かすごく強い目標に頑張るっていうのであればそれは達成できますって感じがあります。ただすごいそれがねストレスもありそうって感じがするので、その何に対して自分がそこまで厳しくなってるのかっていうことを一つ気にしてみるといいかもしれないですね。ちょっと見てみようかな、このカードでも。家族、ペンタクス10ですね。ソード9逆、ジャッジメントということで、なんでしょうね、例えばの話ですがすごく人間関係がいいので誰かとお付き合いしている、だけどそれは家族には言えないとか、何か後ろめたさがあるとかで、もうそういうのは嫌だからやめようっていう形で自分を責めたりとか、とにかくやめようってことでやめるけど、でもやっぱり復活しちゃうみたいなね、なんかそんな感じがあり、復活はするもののあまり表面的には目立たないようにしようとか、あまり心乱されない程度に関わろうみたいな、そういう感じかもしれませんね。もしくはそういう恋愛関係じゃないにしても、その自分が好きなことをやっていくっていうのはすごく幸せでいいことだけれども、それが実際は自分のわがままなんじゃないかとか、家族に迷惑かけてるんじゃないかとか、家族に過去に反対を受けたとか、何かそういうものが引き金となって素直にそれを表現して楽しめないみたいな、なんか本当は自分の中に情熱もあるしやりたいんだけど、表面的にはそんなにガツガツしてませんみたいに見せるみたいな、なんかそんな感じかもしれませんね。どちらにしても、それを表現しようが表現しまいが、どちらにしてもこの2週間自分が決めたことはうまくいきます。ただその気持ちを、自分の気持ちの落としどころをどこに持っていくかっていう感じですね。はい。ソードの2も見てみようかな。クイーンのカップということで、すごくやっぱり内側にはやっぱり優しい、もう相思相愛って感じのカードが出てますけど、カップのキングにカップのナイト、でペンタクスのキングもある。いいじゃないですか。人間関係いいですけどね、何に対してそんなに後ろめたさを感じたりしてるのかなって感じです。もともとさっき言ったなんとなく感じた、あれなんか天秤座さんらしくないぞみたいな感じって、内側には本当にやっぱり天秤座さんらしい優しいエネルギーや誰かを愛するエネルギーや感性っていうのはすごくあるんですけど、なんか誰かの目を気にしてそれを出さないようにしてる、ちょっと厳しい、もうそれは卒業しましたみたいな感じの表面的にはそう見せてるっていう感じがありますね。でも内側ではやっぱりその感性は消えてないし、その愛情も消えてないし、もし付き合ってる人がいるとしたら相手も十分思ってますよねみたいな、そんな感じがあり、でやっぱりここで復活してるからやっぱりまた会うんだろうなみたいな感じもあり、でそれが決してネガティブな関係っていうよりも、すごくそれによって生み出されるポジティブな可能性っていうのもありっていう状況です。はい。で気をつけることとして言うと、死神の逆もあればカップの9もあるので、それだけなんかこう自分のが頑張って、でもこの期間はこうするみたいな決めたことっていうのは成就するって感じがあるんですね。ですから一回ちょっとやり方を変えたりとか何かをして、結果的には思わぬご褒美とか思わぬ喜び、想定外の喜びっていうのが来ますよっていうふうに言われてます。ですのでぜひそうですね、この新月から2日以内ぐらいに何かを決めていただいて、それを遂行していただいたらいいかなっていう感じはします。それはできますよっていうふうに言われてますからね。何に対して頑張るんだろ
よかったらこれ頑張りましたみたいなのがあればコメントを教えていただければ嬉しいです。そんな感じですかね。ビジネスでもその新しい何かをつかむために切り開いていくためにチャレンジするためにちょっともうなんか甘いことお誘いは全部断ってやるぞみたいな感じかもしれません。それはうまくいきますよ全然ね。なので言うならばこの2週間こうするからねって周りにもちゃんと伝えてやるのがいいのかなって気がしました。はい、ということでここまでにしておきます。また次回は8月上旬に頭ぐらいにまた次の動画をアップしたいと思います。ぜひいい時間をお過ごしください。自分の中の愛情をたっぷり感じて癒してくださいね。はい、ということで今回もありがとうございました。失礼します。